頭の中で思考がぐるぐるし、過去や未来に意識が飛んでしまって、今ここに集中していられない。そういった左脳的な意識から、今ここに集中して、過去や未来も関係なく、今ここを味わえる右脳意識になること。性格を素晴らしいものにしようとか、素晴らしい人格にしようとはしません。自分をもっと良くしよう、変えようとすると思考が活発化してしまう。だからただ脳の神経回路を切り替えることを目標にしています。そのキーとなるのがお腹。意識をお腹に向けると、光のような神様のエネルギーのようなものが現れる。これがいわゆる現実化とか実現化と言われる場合に働くエネルギーです。今回はネドジュンさんが実現化のエネルギーセンターであるお腹とどう関わっているのかをご紹介します。数年前に頭の中の思考が消えてから、いつも心が安定し、自由でストレスはなく、とにかく幸せに過ごせるようになりました。ですがたまにふとしたきっかけで気持ちが落ち込むことがあります。そのきっかけになるのは失敗や迷惑をかけてしまったという思い。頭で自分の欠点を考えている時です。そんな時、私はこう意識します。失敗はしたけれど、必要以上に反省するよりも、この状況に対して自分にできる最大限の愛で向き合おうと。そして意識をお腹の中へと向けていきます。すると自然にいつもの幸せで穏やかな感覚に戻れるのです。この時私はもう完全にお腹だけを意識しています。頭の中は空っぽで、とにかくお腹に意識を向け、自分のお腹全体に意識を置いている。そうするとやがてワンネスなのか神様なのか大きな意識がこういうふうにするといいよという答えをくれます。答えを感じられるときは決まってお腹に意識が入っていて頭で思考していないときです。自分で答えを出そうとせず、ひたすらお腹へ意識を向ける。私は朝起きた瞬間からお腹に意識を置いて過ごしています。頭では全然考えない。ひたすらお腹に意識を置いていると、あらゆることに勝手に答えが現れてくる。つまり、右脳シフトした後、思考しなくなると、お腹はエネルギーセンター、中心点となります。最も頼りになる安定して幸せなエネルギーセンターで、そこに意識を向けておくだけで全てがうまくいく。これが私が感じるお腹の進化の現状です。右脳シフトを目指すとき、自動思考を止めることがスイッチですが、お腹を意識するということもポイントとなります。意識を頭に向けているか、あるいは首から下の体に向けているかで全く違うことが起きます。意識が頭にあり思考を巡らしていると、結果として個人としての私という意識を強化してしまいます。もっと私が頑張らなくちゃと苦しみが始まります。そして頭で考えたことは反転します。例えば、会社を辞めるか続けるか迷っていたとします。辞めない方がいいかも。辞めないことに決めた。いやでもなあ。そんな感じで決めても決めても反転し迷ってしまう。思考で答えを出そうとするとこのような感じになります。これに対して意識を首から下の体に向け思考しないようにしているとどうなるのでしょう。お腹は細胞や神経、生命の領域です。意識を首から下の身体に向けていると、生命に近づいていく感じがあり、とても安定します。意識を体に向けながら、
疑問をお腹に投げ込むようにすると、問いも安定し、答えも安定する。体に意識を向けていると、自分という意識もとても安定する。根っこが生えたような安定感。そして意識を体に向けながらなんとなく答えと感じられる腑に落ちたものが現れる。思考して出す答えと違って途中経過はなく答えだけが出てくる。ゆったりと幸せな感じで私は仕事を辞めるんだなっていう感じが感じられる。結論が先に感覚として現れて、それを受け取った時点ですでに腑に落ちている。私が考えたんじゃなく、これはもう決まってることなんだ。そういう感じで答えを得る。私たちの本質は思考でもなく、体でもなく、その瞬間の気づきの意識、そして意識はどこに意識を向けるのか、矢印を向けることができます。というより、矢印を向ける以外、あまりやることがない存在なんです。そして私たちの意識にはすごいパワーがあり、意識を向けた方向に光のようなパワーが現れる。私たちは意識を向ける方向を決める存在。すごいパワーのある意識をどこに向けるのかがとっても大事なんです。意識を向けた先に光のようなパワーが現れ拡大する。意識をお腹や胸の中心に向けると光のような神様のエネルギーのようなものが現れる。これは私たちがやっているのではなく、矢印を向け続けているとそこに現れる特殊なすごいエネルギーなんです。これがいわゆる現実化とか実現化と言われる場合に働くエネルギーです。意識を向けるとは、なんかここに冷たいものがあるな、ここになんか不快感があるな、といったふうに探るような感じではない。ただ意識を向けてありのままを捉えているような感じです。そうすると意識を向けた先に光の神様の気づきのエネルギーが勝手に現れるのです。そしてそのエネルギーがその部分を活性化させる。私たちが心を向けるものが力を得る。思考とは戦わず、体に意識を向けていると、それはただ起きる。それはただ落ちる。思考と戦えば戦うほど思考が元気になり、自己否定などのネガティブ思考が加速する。お腹や胸の中心に意識の矢印を向け続ける。体へ意識を向け続けることで、意識の先端に神様のエネルギーが現れて、その部分は活性化し、そして思考は落ちていく。そしてこの練習がエレベーターの呼吸です。お腹に意識をスッと向けられるようになります。自動思考に気づいたらお腹に意識を向ける。そうすると脳神経回路が切り替わり、思考が静まり、右脳シフトへ近づきます。私たちの意識はすごいパワーがあり、どこに意識を向けるのか、意識の矢印をどこに向けるのかがとっても重要なんです。自分の人生で増やしたいもの、活性化させたいものに意識を向けることにより拡大していきます。それでは最後に日常の実践例でお腹に意識を向けることを体感していきましょう。実践例1、私ってなかなかできないな。昔習い事してた時もそうだった。
みんながどんどん上手くなるのになんで私だけと思考をぐるぐるに乗せられていたとします。あ、またいつもの自己否定思考がぐるぐるしてると気づきます。思考エンターキーを勢いよくターンと叩くイメージをします。それまでタタタタタと脳内に打ち込まれていた自動思考が静かになるかもしれません。空白の時間がわずかに現れます。そのタイミングで意識を体に向けます。自己否定の思考パターンをお腹へ投げ込むイメージをし、意識的な深呼吸。吸ってお腹がふわーっと膨らみ、吐いてお腹が薄くなる感覚を感じる。お腹に意識が入ったらエレベーター呼吸を行ってみます。体の内側に丸い円盤をイメージして、呼吸とともに上がったり下がったり、吸って吐いて、しばらく集中して行い、意識を体の内側へ入れ続けます。実践例2、新しいお仕事の案件が来たけど、どうしようかな、やろうかな、どうしよう、と悩んでいたとします。ここで気づきます。あ、これ自動思考だ。口角を上げてガッツポーズ。自動思考に気づけたことはいいことだと脳に教えてあげます。このまま思考し続けて答えを思考で出そうとせず、疑問をお腹にバーンと投げ入れるイメージをします。一瞬心がシーンとした感覚を味わいます。このシーンとしている時に目で見えるものをただ見る。そして意識の矢印をお腹へ向ける。お腹に意識を向けていると、その矢印の先に神様の光のようなエネルギーが生まれます。しばらく経ってから、例えば、これはお引き受けする仕事だなと、何の理由もなく急に腑に落ちます。それは条件がいいからとか、自分にとってメリットがあるとか、そういうことではない。お引き受けする仕事であることがもうそこに起きている。そんな感覚です。逆に、あ、これはちょっと無理みたい。これはお断りする案件だなっていうのもわかります。意識の矢印を体へ向けていると、シーンと静かになり、愛で一番より良い方向へお互いが進めるように、最高の愛でお答えできるように、お断りの文章を考えようという段階に行きます。そんな風にお腹に意識の矢印を向けることで、すべてを判断することはできます。後悔することは多分ないです。いつの間にか体から答えを感じられるようになり、いつの間にか疑問が勝手に答えになってやってきます。いかがだったでしょうか？右脳シフトが近づくと、お腹はエネルギーセンター、中心点になり、神様とつながる部分になるんですね。意識の矢印をお腹に向けておくと、そこに神様のエネルギーが現れて、勝手に解決してくれる。そして勝手に腑に落ちる答えを感じられるようになります。その練習として
エレベーター呼吸を続けていきましょう。